にちは、めいです。ポケセン裏にお茶もベーカリーとポモットコーヒーを作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。今回の舞台はどんより海辺の街。お店の跡地らしきものがあるところですね。噴水を潰して奥のお店も再建します。まずは解体工事から。初期の頃に何もわからず、ここからいろんなものを拝借しました。ついには全てを我が物にしていきます。多分ここは海沿いのカフェか小料理屋だったと思うので、ちゃんとまたお店として作り直します。噴水の水は一旦保管。ニャースと初めて会った場所も壊していきます。ドロドロだにゃ。花を植えてほしいのにゃと注文してきたニャースが懐かしいですね。そんな思い出の場所はもうありません。モジャンボ博士と水をせき止めた噴水も無慈悲に壊していきます。ビーチシャワーだと思われるものもすべて破壊。何もなくなってすっきりしましたね。この黄色のタイルは難易度高いので、おしゃれ床石で入れ替えていきます。商店街と道を合わせています。突き当たりまで仮置きします。その隣に白い岩を2マス幅で突き当たりまで。白い岩が優秀すぎますね。ポケセン横は海岸の芝生へ。とりあえず道の完成。水路を作るので、ポケセンから13マス目に穴を開けます。動画では間違えて11マス目になっています。水路の幅は4マス、深さ3マス、長さは12マス以上です。11マス目から13マス目に変更中。再現する方は14マス目がおすすめです。ポケセンと建物の壁の間は最低1マスは必要です。理由は後ほど。水路を海へ合流させるための穴開けをします。床下1マスとスマメです。側面を白い岩に変更。元の排水部分は埋めます。この町の水路の底は石レンガの壁でできていたので、他と合わせてそれに変えていきます。こんな感じになりました。横4マス、深さ3マス、長さ12マス以上です。ポケセン横にアチャモベーカリーを作ります。斜めの木の床を横10、縦12で土台を作っていきます。縦は3マスブロックずつ置くのを3回ですね。アンティークな壁下の青緑をぐるっと一周。ドアの部分だけ2マス開けます。この色は緑と水色のペンキ1つずつ使うものですね。パン屋はすべてこの色で統一させます。漆喰の壁をドアの両側へ。ガラス窓は枠は青緑、ガラスは黒です。縦に3つずつ積んでいきます。反対側も同様に、空いた隙間も埋めて、ぐるっと一周高さ3で置いていきます。窓の穴開けタイム。4つずつを3箇所に。背面に窓はつけません。左側は2つの窓を開けたら、裏口用のドアの穴開け。上げ下げ窓をすべての穴へ。1階部分ができました。作っていくうちに変更する箇所もありますが、現状こんな感じ。一番上にツルツル日よけ白を1列に。ライトアンティークな壁上を正面1列に。アンティークな壁上をぐるっと一周。1階の床と同じものを敷き詰めます。ベランダを作るので木の手すりを正面側へ。手すりから1マス開けて、漆喰の壁を縦3でぐるっと一周。2階正面に横に縦3で窓の穴開け。ほとんど穴を開けるので、この壁を作った意味ですね。
左右の壁は割と適当に、通常の穴開けって感じですね。アンティークな壁上を一周。ここのパン屋は高級路線の可愛い系にします。正面のみフレームガラス。勉強してもらうときに家具扱いなのが疑問です。ドーブル先生から見たら、フレームガラスは家具なんでしょうか？手すりの間に豪華な柱真ん中を両サイドに4つずつ立てます。現状を眺めるだけの時間がやってまいりました。ないよりあった方がいいかと思ってつけています。斜めの屋根レンガをつけていきます。途中間を空けつつ高さ3で積みます。反対側は仮ブロックを置いて正面と同じように屋根を置いていきます。三角の屋根レンガをアクセントでつけます。屋根をつなげるように平らな屋根を敷き詰めます。木の柱真ん中を隙間へ、屋根と同じ色が見つからなくて悔しい。そんなことを思いながら建築しています。色を揃えたくなってしまう本能に逆らっています。2階の裏を一部穴開け、内側から屋根の隙間を埋めていきます。2階部分は後日作ります。ここだけできたので飾り付けていきます。まずはベランダから、ミントグリーン系はピンクが合いますね。ポケセン側の装飾。何もないように見えても、置けない謎のエリアがあります。これがポケセンと建物の間は、最低一マス開けた方がいい理由ですね。どうにもならないので未来の私に託します。次は水路側。穴はピンクで統一。つるは境目など気になるところへ。三角の屋根の位置が間違っていたので修正。イメージは猫耳の位置。この家全体緑の猫をイメージして作っています。どこがと言われたら説明できないのですが、車の顔みたいなものですね。パン屋の側が完成したので次は水路作りです。パン屋の裏口横から階段を4段積みます。水路に橋を架けるので、石レンガを積んだ後、アーチの橋を。水路が詰まっているので、横4マスで適当に掘り進みます。この奥のエリアは未定です。作ったところと柄合わせ。階段上を少しだけ作ります。2階の通路になる予定ですが、なんとかうまくつなげたいなーって感じです。水路にようやく水入れ、水の出方、水の直し方が分かってきたので、かなり水に対して抵抗感が薄くなってきました。命をかける時もありますが、こちら側にも壁を作っていきます。行き止まりですね。緑で装飾していきます。階段のある水路の完成。裏側は今度作ります。モットコーヒーを建築していきます。元ある縦横の木の床と合わせます。奥行きは12、幅は9です。海側に道作り。道幅は3マスですが、桟橋が邪魔なので、2マス幅で撤去。海の家のテラス席だった場所を狭くしていきます。堤防を配置しておしゃれレンガを3マス幅で、途中間違えていますが進めています。堤防で道の枠を作ります。ちょっと修正。水路の名残も撤去。お店は縦12、横9。道幅は3で堤防は1。ザラザラの壁を使ってまずは枠作り。かなり複雑な形にしたので都度形が変わります。正面が難しいのでゆっくりめに。あとは高さ4でぐるっと一周置きます。今回でザラザラの壁の良さに気がついてしまいました。
良すぎて多用しそうな予感です。正面のドアと窓の穴開け。側面はいつも通り正方形で、裏口のドアも、海側は正方形の窓3つ。今までで一番複雑ですね。床も複雑なので説明できるか不安です。シンプルなドアとフレームガラスをつけていきます。ここにあったお店で使われていたものを再利用。裏口をつけて上げ下げ窓をつけていきます。石レンガの壁でアクセント。後で少し変更しています。現状はこちら。正面以外はいつもと同じ感じですね。三角に積みます。床の敷き詰めタイム。ザラザラの壁に入れ替え。3階への入り口作り。一マス間違えていたので変更します。入り口上にブロックを積み上げます。その上に三角形で積みます。ラインを合わせるために少し変更。複雑になってきましたね。この建築のモデルは韓国のコーヒーショップです。鉄の囲いをつけていきます。韓国のカフェは色合いがおしゃれで、伝統文化をさりげなく取り入れているところが個人的にかなりツボです。こんな感じになっています。上に階段をつけていきます。コンクリートの階段ですね。階段で滑らかになっていい感じ。2、3階を作っていきます。石レンガの壁をここの床から高さ3で積み、あとは下にくっつけます。1階の天井から6ブロック分積んでいます。あとは1周するだけ。ドアと窓の穴開けタイム。後で結構変更しているので参考程度にって感じですね。参考にもならないくらい修正しています。レンガはこの街全体にも使われているので、もともとあった街のイメージも残しつつ再建していきたいなと思っています。モダンなドアとフレームガラスをつけていきます。床は1階と少し違うものにしたいので、あえてフレームガラスにしています。現状こんな感じ。水路側は大きく変えます。屋根瓦を上から3つ目に取り付け、その上2マスを削除。屋根をつけるときに邪魔になる障害物は破壊しつつ、屋根を5つ積み上げます。5つ積んだらここから平らな屋根瓦。屋根との間をすべて埋めます。屋根に合わせて窓の変更タイム。下を削り上を作るのを繰り返します。正面ももちろん変更。何を思ったのか先に屋根を出っ張らせます。下の窓も同じように一つ上へ上げます。屋根の下は木の柱真ん中と屋根の支え。海側も屋根を1列だけつけます。裏側も正面と同じように屋根を作っていきます。海側も屋根の支え。一旦内側に入って窓を修正していきます。これでパモットコーヒーの建物の完成。途中で思いついた屋根のせいでかなり修正が必要となってしまいましたね。2階の穴開けは屋根をつけてからと学びました。外観を飾り付けていきます。コーヒーの実は赤いのでヒメリの木で代用。建物から生えている風にします。現実味がなさすぎますが、ファンタジーなので OK。適度につるをつけていきます。最近は少し塩梅が分かってきたような気がします。小さなコーヒーの気風な豆。
豆が使えると気がついてしまった瞬間です。ポモットコーヒー外側の完成。かなり紆余曲折ありましたが、今までの建築の中で一番お気に入りです。道全体の飾り付けをしていきます。コンクリの縁まっすぐを境目に敷いていきます。雰囲気はちょっと可愛い感じに。パン屋なのでサンドイッチ。新聞も置くだけでなんかおしゃれなのでお気に入り。水路側は生活感を出していきます。あってよかった樽3つ置くとなんかおしゃれ。木片などは茶物巻きです。落下防止の柵。木の囲いと矢印看板をつなげて世界の道しるべ風に。誰かがもうやったかもしれないけど可愛い。どこを指しているのか謎ですが、木の縁まっすぐを境目へ。なるべく飾り付けすぎないようにします。水路側は荷物置きなど生活感を出します。土のうはコーヒー袋代わり。いつも窓を閉め切っているので気分転換に開けっぱなしにします。一旦つるをどかして豆を育てるプランター。すっかり豆の魅力にはまってしまいましたね。休憩用の椅子と可愛いボート。裏から隙間埋め。気線側も少し整えます。ベーカリーと雰囲気を合わせて可愛い感じに。ということで道の飾り付けが完了しました。まだテナント募集中って感じの空き家ですね。ミニ発電マシン節約のため、家の下に水車を建設します。横3、縦2、深3、1、2、外側に1マス、深さ4で、凸マークのように掘ります。ザローナさん、中に入れず外から見守っています。これが役割分担。若シャモが頑張ってくれました。水を一番下に流します。2つ目、3つ目に無線送電、そして床。電柱でも良かったのかとよくわかりません。次はベーカリー。同じものを作ります。次は若シャモが応援隊。届いていない場所に無線送電を仕込みます。あちゃまベーカリーの内装をやっていきます。アンティークテーブルを置かせるために準備。2つ置いて手前を取る。パンを飾っていきます。仮置きブロックを削ってアンティークチェストとパンを置きます。反対側も同様に。パンが並んでベーカリーっぽくなってきましたね。部屋の奥におしゃれレンガ真ん中を並べます。奥が作業場になります。ここで延べ棒、レンガ、パン作りを頑張ってもらう予定です。煙対策に上側を閉じ込めました。ドアの位置を窓側に変更します。石のタイルに作業場のみ変更します。煙対策してます風にパイプをつなげておきます。作業場とお店を仕切ります。窓が潰れていますが気にしません。ブロックを仮置きして壁付けテーブルをパンに入れる材料風のものを置いて商品を並べていきます。作ったものをそのままアイテムとして置きたいですね。なのでいっぱいにしていきます。水やりがいらないので楽ですね。
フトベッド風なものも作ります。冷蔵庫の近くなので熱気や音が気になりそうです。あちゃもベーカリーの内装の完成です。店主を呼んできます。早速机の下でこっそりつまみ食いをしていました。嬉しそうで何より。パモットコーヒーの内装を作ります。内装と言いつつライトをつけます。右側一番奥の窓を一マス手前にずらします。一番奥に石レンガの壁を追加。壁ニッチを作ります。インダストリアルな要素を追加。かっこいい感じにします。こちらは豆袋です。調理場と壁部分の仕切り作り。壁付けテーブルでカウンター作り。キッチンはすべてカーキで染めています。コーヒーっぽいですからね。机の代わりに桟橋。背の高い木製の机がないのが理由です。木の柱上を間へ。間に学習机で木の椅子風に。この組み合わせを発見したとき脳汁が出ました。机に座ってるんですけどね。ちなみに家具類はライト以外、アイアンウッド系を意識しています。パモットコーヒーの出来上がり。経営者はパーモットで、従業員はパモットですね。コーヒー豆のすりつぶしにもぴったりです。副業で絵の具も作ってもらいます。最後に全体の細かい整備をします。桟橋が壊れているので適当に直します。ちょっとここらで一休み系の場所。道の先はまた今度。ドアを移動させたところを修正します。吸ってしまった木の破片もまた置いていきます。パン屋とコーヒーショップはいかがだったでしょうか。レンガもできて絵の具も作れて機能的かもと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。